ようございます。おはようございます。2日目の朝最終日です。早いですね。もう1日ぐらいの延期しません今いるところを説明してください。今いるところは薩摩川内市と隣町かなの間の国道沿いの踏切です。なんもないです、それ以外は。はい、これから何しますか？これからそこの踏切のところ来る電車とバックの海をいい感じに撮れればなと思ってます。久津オレンジ鉄道を撮るってことで、はい、頑張ってみましょう。はい。レンズの変更あるの？レンズはそのまま2470の70側でこうかなと思ってますが、どうだろうな。70270側がいいのかな。一番ね。4000で切ったら多分切れると思うんですけどね。AFS としてピントをレールに合わせていて、このレールにピントが合っとれば電車には絶対ピントが合うはずなんで 5.6 枚絞ってるんで、あとは来た瞬間にめっちゃ押すっていう。スマホスタンドとか使いたいけど、何秒後に来るんだろうね、これね。いきなり飛び出てきますからね音がするんじゃねえの？いやー、タイミング難しいな。お、できた。ちゃんと飛び出し1個前から体が反応したやったーやったー。やったー。ちゃんと鹿児島国体映ってる富士海と一緒に綺麗に撮れましたね。さあ、じゃあ次のポイント。よし、じゃあ次参りましょう。次のポイント探しますかこれ横着できんかな。横着して2、3カットいけんかな。あ、レンズ変えたね。レンズ変えたっすね。今度は70-200の望遠側で今何ミリだろう。170ミリぐらいになってます。あの連なりが綺麗ですよね。こんだけなってると。こういう絵になりましたね。山海でワンポイント電車ほとんど主役がちゃんと景色になってくれたから、よかったよかっうまくいきましたね。お疲れ様です。そうです。じゃあ今到着したところの場所を教えてください。伊佐市か鹿児島県の伊佐市の曽木の滝かな。曽木の滝です。曽木の滝の説明できる？全くできません。でかい滝とは聞いてますよ。でかい滝、でかい滝、大きい滝とは聞いてます。合宿ラスト。ラストじゃあこれから取りに行きたいと思いますんで、はいっす。はい、よろしくお願いします。お願いします。
い。じゃあひとまずどうもお疲れ様でございました。そうでした。どうやった今回の合宿？楽しかったですね、鹿児島でうろうろしながら。やっぱちゃんと旅らしいのが撮れたから楽しかったな。いつもっぽい一人でうろうろしてる時っぽい写真でしたね。何か所か回ってさ、で本当いろいろなとこ写真撮ってもらってそういうのちょっと密着したりしたんだけど、今回でまずちょっと印象に残った写真ってちょっと紹介してくれる？とりあえず最初のこれが集合場所でのとりあえず一枚ですね。集合場所での桜島と木漏れ日の一枚に始まり、今回はサムネ撮りというかインサート撮りに行った桜島とヨットかセールかな、ヨットの人、サーフィンの人ね、ウィンドサーフィンの人結構クリアに撮れてるね。霞んでるように見えてたけどね。であと田舎の軽トラですね。わざと一回立ち止まったんですけど、結構僕的には田舎っぽく撮れて気に入っています。車が入るだけで全然違うね。ワンポイントあるだけ違いますね。ね待っただけあったなと違うすけど、着いてすぐのこの猫とバス停でちゃんといつも通り絵っぽいような感じのかわいい。可愛いのが、このねバス停の前で猫座ってなんてね、アニメとかでようありそうな空気感ですよ。こういうのがすごい好きだったから。あとその辺の猫ちゃんの撮っての酒屋さんの中がもうなかなかね凄まじい雰囲気でしたよね。でちょっと昼の時点の温泉街、ああいい感じで描写されてんね。ちょっとね落ち着いたトーンの方がいいかなと思って、そういうような編集を入れて仕上げました。でサムネ撮りもここでやっての、なんだかんだこの夕焼けもそういう意味でこれ個人的には気に入ってるんですよ。あ買い物大変になりながらね、1時間買い物に時間かかりましたけどあの間になんだかんだ、いやこの夕焼けだけはちょっと撮っときたいなって、ワンポイント月入ってるの個人的には、左上にちょっとそうやね。新月から明けたての月入ってる好きやな。もう一個好きやったんが夜バージョンのさっきの京都なんですけど、これはやばいね。なんか怪しい感じの提灯の風景で、ここで出会ったおっちゃんと一緒に連れて行ってもらった温泉宿の2階からの景色は今回多分僕の中のベストかなって。本当にもう街道を立体感がね上から見下ろしつつ、しかもこの縁側なんかな、そこは縁側からこう見下ろしながらの、唯一ここだけですよね、ここ上から見下ろせる建物があって、なおかつ窓越しにねいい感じの空気を感じながらね、自分のところの軒下がそうちょっと見えてるのがね、自分もちゃんとこの場にいるんだなって気になりながら撮れる意味では、ここは多分今回のベストかな。おじちゃんのおかげですよね。もう上の中の風景とかもね本当にいいような撮ってたね。そうできたね。この辺ちょっとまだ編集をちょっとこの辺りを含めていいような感じの空気がしてたから、なんか全体的に街並みがオレンジやったのが結構印象的やったんで、高い感じですね。ですね。で一応朝から撮ったけど、まあやっぱ夜の方が空気感はもう朝全然違うね。朝昼夜これでも一応出来上がったんで、と一発目の今日一発目はその鹿児島ホテルのちゃんと海バックにしていい感じだね。感じで、電車と風景で今回一番好きだったのは多分この辺かな。やっぱオレンジ鉄道ともう連なる山々と逆光のキラキラしてるんです。逆光のキラキラの海がやっぱすごい好きだった。めっちゃ探したもんね。探したっすね一直線でワンポイント電車入ってるだけでやっぱ変わるなぁと思って、山がね結構奥まで3段4段連なってるのが面白いな。ここはやっぱ防衛の出番でした。昨日今日と本日も割といいですね。今回晴れでしたね。とさっきの滝かな。木のやつもまだこんだけ乗ってるけど、木はもう一枚に全部滝っつっててこう、収まりきれんぐらい滝を金牛に突っ込んで、ワンポイントだけ松の木と入れようかな。全部収めちゃったらちょっとなんか窮屈な感じでスケール感が湧かなかった。
どんだけ松の木入れて対比が出るかな。なるほどなるほ松の木と比べてこんだけ落差と広さがあるんですよって分かってくれればなと思って今回撮りました。ちょうどレンズ3本全部使いましたし、ど、今回はあまり今までの旅の中ではあんまり行ったことのない場所っていう。宿場町自体にあんまやっぱ撮りに行きはするけど夜泊まる時が全然ないので、そういう意味ではやっぱ良かったし、そこの現地のおじちゃんとの出会いもまた面白かったし、あれがやっぱしょっちゅうあるのが自分の旅の楽しさやから、予想でね一発で来てこれ撮れるかっていうと、いや僕じゃないと撮れないですねっていうのがやっぱ旅ならではの写真で、出会いならではの写真やと思うから、それがやっぱ楽しいですね。これから今度は高知に向かって運んでいくわけやね。高知は何が待ってこっちは某人力車の化け物のる？映画ですねあ、それをね。あれのお手伝いで。じゃあ気をつけてはい行ってきてください。ありがとうございます。はい、どうもお疲れ様でございました。ありがとうございました。It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards the land and sea. They're going down for love, and love is free. Stick with me and I will guarantee you're never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me. Everywhere you go I'll be. Anywhere you go I'll see. You're never lost among the crowd with me. It's the furthest sun, the gone done for love. It's a pulse and shove. It's the sharpest cry. The here goes, but why? Where the desperate lie. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards the land and sea. They're going down for love, and love is free. Stick with me and I will guarantee you're never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me.